はいどうも皆さんこんにちは。サーディの河野玄斗です。今回はですね、大学入試の実況プレイやっていこうと思います。入試問題の実況プレイって何するかっていうと、僕自身がね、新しい初見の問題を解きながら楽しくおしゃべりすると、解きながら思ったことっていうのをどんどん喋っていくっていう内容になってます。入試問題解くのってめちゃくちゃ楽しいですよね。だって勉強を通して集めてきた武器を使って入試問題っていうボスを倒していくっていう意味ではゲームと何ら変わらないじゃないですか。なので楽しくね入試問題を解いていくこともできますし、さらに僕がね初見の問題に対してどういう風にね取り組んでいくのかっていう思考プロセスも皆さんと共有できるので、まさにね一石二鳥の企画だと思いませんか？そして今回実況するのは2022年東京大学の入試問題。東大は言わずと知れた最高学府ですよね。僕自身のね出身校でもあるので、楽しく実況しながらしっかりと問題を倒していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。今回実況をプレイするのはこの問題。AB を実数とする座標平面上の放物線 y=x2 乗プラス x プラス b を C とく、放物線があるんですね。で C は原点で垂直に交わる2本の接線 L1、L2 を持つとする。でただし C と L1 の接点なるほど、P1 と P2 の指定ですね。放物線があって垂直に交わる2本の接線 L1、L2 がある。結構定番なよくある、指示ですね。まず L1、L2 が原点で垂直に交わってる。でこんな感じで L1、L2 があって放物線がそれに接するわけですよね。こんな感じかな。結構図はね伝わればいいんですよ。で、P1 の X 座標が P2 よりちっちゃいわけだから P1 が、色変えるとこっちか、P2 がこっちという感じですね。ってことは、L1、L2 がありますと。こんな感じでこの問題文通りにね図形を書いていかなくていいんですよ。放物線を書いてから接線を引くのではなくて、こう条件が与えられている方、接線をまず引いちゃってそこに接するように放物線を書いた方が、正確な図は書きやすいですね。で括弧1番が B を A で表せ、また A の値は全ての実数を取り得ることを示せと。なるほどね。括弧1番は割と親切な問題かなと思いますね。僕2022年のね東大のね問題は見れてないんですけど、っていうのも公認会計士の試験で追われていたタイミングだったので、この機会にねぜひ解いてみようって思うんですけど、割とシンプルな問題も一定数出題はされるので、そこでいかに点数を取るかっていうのは大事になってくる感じはしますね。二次関数の接線の問題って言ったら、解き方は2パターンありますね。こんな感じで解き方こういうのがあるっていうのをすぐね思い浮かべられるようになってほしいんですけど、まずは傾きを M と置いて判別式 D を使うと D=0、 あるいは接点を T、 接点の X 座標ねを T と置いて、微分を使ってあげると。こんな感じで2パターン考えられると思うんですけど、どっちでもいいですよね。どっちがいいかなって、どっちでも解けるなっていうふうに思ったので、じゃあ括弧2番見ようとね。どっちでも解ける場合括弧2番で一番ね解きやすいように考えていきましょう。 I は1、2に対し、NDI をだから D1、D2 ってことかを放物線 C の X 軸上に中心を持ち、放物線 C の X 軸上ね、C の軸上に中心を持ち、点 P1、P2 で Li と接する、この線と接するものと定める。 D2 の半径が D1 の半径の2倍になるとき A の値を求めよう。なるほどね。つまりこの L1 に対して P1 で接する円っていうのを考えていきたいわけなんだけど、こういう円ですよ。こういう円で中心がここの軸上にあるわけなんだけど、これって結局この L1 に対する垂線を引いてあげて、この軸と交わったところが中心っていうふうに考えてあげたときに、半径がここだよね。ここが、D1 の半径 R1 としますか。で同じように P2 の方もこういうふうに垂線を引いてあげて、ここが交わったところでここが R2 みたいな感じか。でこの R1、R2 の半径が R1 の半径の2倍になるように A の値を求めようっていうことが分かりますね。この2番は円 DI っていうのが与えられてるけど、結局本質は
円っていうのを書かなくていいっていうことがこれで分かりますね。もしかしたら後々円っていうのを使うのかもしれませんが、今の段階ではどうやら必要なさそうだなっていうのが見当つく。こんな感じで初見の問題見た時ね、何が必要な情報で結局必要な条件ってこれだけじゃんっていう風にいかに情報の取捨選択をしていくかっていうのが大事なのかなと思います。これを見る限り、傾き M 接点 T どっちでもできそうな感じがしますね。どっちでもできそうだなって思ったので、とりあえず今回は上のね方をやろうと思います。傾き M で D=0。微分はね習ってない人もいるかもしれませんので、ぜひ高校1年生の方にも学んでもらいたいということで、括弧1番傾き M で考えていきましょう。そうすると、原点を通る直線の方程式は y=mx っていう風に置けるのでね、プラス b の部分の b が0だからね、 y=mx と x2 プラス ax プラス b を連立させた、x2 プラス ax プラス b=mx だから移行すると a-mx プラス b=0、 こういう風になって、これが重解を持ってばいいわけだから判別式 d=0 ですね。d=a-m の2乗マイナス 4b、 これが0になればいいよと。でこの式っていうのが何かというと、これもね大事な考え方なんですけど、いろんな式出てきた時にこの式って結局何をやってるんだっけっていうことを常に頭のね念頭に置きながら考えていくと見通しが良くなりますと。A と M と B って3つの文字が入ってるけど、結局これっていうのは傾きを求めたい M についての方程式なわけですよね。だから整理すると M の2乗引く 2am 足す A2 乗引く 4b=0 か。こんな形になって、これでね M を求めることができますよと。その M って何かというと、この y=mx の M、 すなわち L1 と L2 の傾きが分かりますっていうことですよね。で何をすればいいかというと、この傾きの積がマイナス1、L1 と L2 が垂直に交わるってことは傾きの積がマイナス1になればいいので、この2回がm=m1m2 というふうに与えられるときに m1m2 イコールマイナス1っていう関係式が成り立てばいいですよっていう話で、そもそも m1m2 があるためにこの m についての二次方程式の判別式も0以上じゃなきゃいけないのか、0以上じゃないな、0より大きくなきゃいけないのか。だからd2 みたいに置いてあげると、4分の d2 っていうのが a の2乗引く ab だから a2 乗足す 4b か、マイナス a2 乗マイナス a2 乗足す 4b だから結局 4b なのか。消しすぎちゃった、すいません。こういうこともね実況プレイだとあります。トラブルがねありますね。 m=m1m2 で、4分の d1 イコール 4b っていう風になるから、これがまず0より大きいっていうことが必要で、さらに、m1m2 イコールマイナス1、これは解と係数の関係使えば一発ですよね。 m1m2 っていうのはここ、a2 乗マイナス 4b ここがマイナス1になりますよね。解と係数の関係より m1m2 っていうのは2つの解の積っていうのは a2 乗マイナス 4b なので a2 乗マイナス 4b イコールマイナス1より b っていうのが移行すると4分の a2 乗プラス1かっていうふうに求めることができますよと。 b を a で表せ。で、また a の値を全ての実数を取り得ることを示せ。これは 4b が0より大きいってことを言えればいいのかな。 4b っていうのはb がね4分の a2 乗プラス1だから a2 乗プラス1で、それが0より大きい、2乗が0以上ですから0より大きいよって、これも証明されましたよっていう感じですかね。はい、これで括弧1無事終了で、あとは括弧2番も解いていきますか。だからこのね P1 と P2 においてこういうふうに方線というか L1 と L2 に垂直な線を引いてあげて、ここのね軸と交わる部分で、ここが R1、R2 と置いたときに R2 が R1 の2倍になるように A の値を求めていきたいっていうことですよね。とりあえず僕がね、この問題を見て思ったことは、斜めの形だとすごくめんどくさいからすごい工夫してあげたいなっていうふうに思って、これ
後で言語化しますが、この x 座標とここの y 座標、y 座標の部分に着目して答えを出していけばいいんだなっていうふうに思いましたね。どういうことかっていうと、はい、じゃあ言語化していきます。まず、このね L1 と L2 が垂直なわけじゃないですか。 L1 と L2 が垂直で、さらに、じゃあここの点を円の中心だから O1 ってやりたいけど、じゃあ D1D2 でいいか。 D1D2 と置いたときに P1D1 と P2D2 っていうのは垂直になるわけですよね。この L1 と L2 が共に垂直で、それらとそれぞれ垂直なわけだから、これのね R1 と R2 の部分がそれぞれ垂直になりますよと。そうすると三角形を作ることができるわけですよ。こういうふうにP1D1 があって、それと垂直な P2D2 っていうのがあるわけなんですけど、こういうふうに直角三角形を作ってあげると、こんな感じで直角三角形作ってあげると、こんな感じで丸×丸×、こういうふうに角をね与えることができて、これ平行移動した方がいいか。平行移動しますね。平行移動してあげると P2D2 っていうのはこういうふうにね動かすことができるわけですよ。そうすると、こういうふうに直角三角形を作ってあげると、ここが丸×っていうふうにすると、ここが丸×に対応するわけですよ。丸足す×が90度だから。要はこの2つの三角形が相似になりますよと。ということは、この斜めの部分の長さの比が、どっちが1だ、D2 が2倍だから、ここが丸2で、ここが丸1っていうことが分かれば、相似比が1対2っていうことが分かるわけだから、例えばここの x 座標の差が1対この y 座標の差が2になるなっていうことが分かるわけですよね。だから、この R1、R2 斜めの形の長さを求めていくっていうのはめんどくさいな、工夫したいなって思った時に X 座標と Y 座標にね分離するっていうのは鉄板ですよね。よくあることとしては、一直線上のねものに対してここが3対4っていう風になるのであれば、これ結局 X 座標の差がね3対4になればいいんだなっていう風に落とし込んであげるのと、同じことをやっていると。で、肝心の X 座標の差、じゃあ今回は P1 から軸までの X 座標の差とこの D2 と P2 の Y 座標の差っていうものに着目していきますか。じゃあちょっとまずは P1 と D1 の X 座標の差っていうのを求めていきたいんですが、どうやって求まるかな。これは D1 の X 座標っていうのは一発で分かりますよね。y イコール x2 乗プラス ax プラス b の軸になってるわけだから、 x イコールマイナス2分の a と。はい、すぐ分かった。じゃあ続いて P1 の X 座標を求めればいいわけだから、結局接点の X 座標ですよね。接点はどれだっけ、これか。x2 乗プラス a マイナス mx プラス b イコール0の重解を持つように b を定めてあげたわけですよね。で、これが重解を持って、その x 座標が P1 なわけだから、この解っていうのは結局マイナス 2a 分の b の部分ですね。だからマイナス2分の a マイナス b か。マイナス2分の a マイナス m か。だから2分の m マイナス a になるのかな。ということで、この解は2分の m マイナス a っていうことが分かって、 P1 の方はだから L1 の傾きが2分の m1 マイナス a なわけだから、結局 P1 の x 座標っていうのは2分の m1 マイナス a っていう風になって、引く違う2分の m1 マイナス a の方がちっちゃいから、マイナス2分の a 引くこれか。だからマイナス2分の a を引くわけで、これのマイナス1倍か。ちょっと逆に引いちゃったから、 a マイナス b と b マイナス a っていうのを逆にしちゃったから、ちょっとカッコでマイナス1倍させてください。そうするとマイナス2分の a と2分の a が消えてくれるから、マイナス2分の m1 になるのかな。で m1 っていうのは結局何かというと、この2回か。
この2回が M1、M2 なので、ルート、一旦後回しにしますか。じゃあ続いて P2 と D2 の Y 座標の差を考えていきますか。P2、D2 の Y 座標の差っていうのはここですね。P2 と D2 の Y 座標の差。これは、同じように X 座標の差はすぐ分かるし、この P2、D2 の傾きっていうのはすぐ求められるので、その方針でいきますか。P2、D2 の Y 座標の差っていうのは、まず X 座標の差が何かっていうと、この M1 を M2 に置き換えただけなので、2分の M2 ですよね。2分の M2。2分の M2 が X 座標の差ね。これが X 座標の差。で、傾きはって言われたら、L2 の傾きが M2 なわけだから、かけてマイナス1倍か。ってことは、マイナス M2 分の1。だからかけるマイナス M2 分の1。で、差で考えてるから絶対値つければいいかな。そうすると、2分の1なのか。綺麗ですね。本当に合ってるかな。でも合ってそうですね。ということで P2、D2 の Y 座標の差は常に2分の1ということが分かりました。じゃああとは P1、D1 の X 座標の差マイナス2分の M1 の2倍が2分の1になればいいですよということが分かるので、要は M1 イコールマイナス2分の1っていうことか。M1 っていうのはこの直線の傾きなわけだから、この傾きがマイナス2分の1ということが分かったので、もうあとはウィニングランみたいな感じですね。クッパ倒した後のエンディングロールを見てるかのようですが、マイナス2分の1 M1 ってことはこれの、M2 乗マイナス 2M プラス A2 乗マイナス 4B イコール0の2回のうちちっちゃい方が M1 なわけだから、これはもう解の方公式使うしかないのかな。M1 っていうのは、解の公式の一次の係数が偶数バージョンの解の公式を使っていきますと、A 分のマイナス B' プラスマイナスルート B' の2乗プラスマイナスルート AC、マイナスルート B' の2乗マイナス AC ということで、これに代入してあげると1分のマイナス A' マイナス B' プラスマイナス A2 乗マイナス A2 乗マイナス 4B かっていう風になるのかな。これが M1 で、だから整理すると A プラスマイナスルート 4B で B っていうのは4分の A2 乗プラス1だからルート A2 乗プラス1なのか。でさらにそうか、プラスマイナスルート A2 乗プラス1なんだけど、このうちちっちゃい方だからプラスマイナスのうちのマイナスの方でしたね。すいませんね。このマイナスの方が M1 なのでイコールマイナス2分の1。あとはこれを解いてあげればいいのか。これはね、ルートを一旦分離してあげましょう。ルート A2 乗プラス1イコール A プラス2分の1っていう形にして両辺2乗すればルートが取れますよね。で2乗する時の注意点としては同値性に注意しなきゃいけないと。これかつ、ルートの方が0以上なので A プラス2分の1が0以上っていう条件が必要になるというわけですよね。なぜかというと2の2乗とマイナス2の2乗っていうのがイコールで結ばれるとしても2とマイナス2はイコールじゃないよねっていうことで、2乗したら同値性が崩れる可能性があるっていうことに注意すると、こんな感じで注意点をね細かくやっていかないと減点されちゃうので、せっかくクッパ倒した後なのになんていうのトゥルーエンドじゃないみたいなゲームにありますよね。普通のエンドとトゥルーエンドみたいな、いろんなエンディングが用意されてるのとかありますけど、せっかく倒したのにこれがちゃんと満点もらえないんだっていう、そういう悲しさがあるので、しっかりとこういう A プラス2分の1が0以上っていうのも忘れないように。でこれ展開していくと、ここが A2 乗足す A 足す4分の1っていう風になるから、A イコール4分の3で、これは確かに A プラス2分の1は0以上を満たしているので、答えは A プラス 4A イコール4分の3という感じですかね。はい、合ってそうだけど、とりあえず答え合わせしてみます。B イコール4分の A2 乗プラス1で A イコール4分の3と、はい、無事合ってました。イエイ。と
ということで無事ねこの東京大学の入試問題、今年の問題倒すことができたということで、またね今後もこういった楽しい実況プレイやっていこうと思いますので、ぜひねこの問題解いてほしいっていうのをあったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。